もし夢の中でまで現実から逃げることを許されなかったとしたら、あなたは耐えられますか？無限列車編でよく聞く言葉があります。煉獄さんは夢を見なかったって。でも私は少し違う角度から見ています。煉獄杏寿郎は夢を見なかったというより、夢のような精神世界に触れられても崩れなかった。そしてそこで彼に現れたのは、炭治郎たちのような優しくて救われる夢ではなく、願望で塗り替えられない現実の記憶でした。父に否定され、突き放され、心折られた過去の現実の再現。なぜ煉獄さんの精神世界だけがこんなにも現実だったのか。なぜ彼の心は願いを見せる余白がなかったように見えるのか。今日は精神科医の視点からこの作品が描いた静かな違和感を丁寧に読み解いていきます。こんにちは、精神科医のドクターリエです。もし今、強くあらねば弱音を吐いてはいけない、そんな気持ちで毎日を走り続けている方がいたら、今日のお話はきっと他人事ではありません。今日のテーマは、煉獄さんの夢だけがなぜ現実だったのか。この動画は煉獄杏寿郎という人物の強さを称えるだけでは終わりません。その強さがどんな心の構造から生まれ、そしてどんな危うさを内包していたのか。そして最後には、私たち自身が自分の無限列車から降りるための心の処方箋もお渡しします。どうか少し肩の力を抜いて聞いてくださいね。まず前提からお話しします。夢というのは本来心を守るための装置です。無限列車編1でお伝えしたフロイトの言う精神分析では、夢を現実で満たされなかった願いが別の形で表現されるものと考えてきました。だから炭治郎は亡くなった家族と再会し、善逸は好きな人に選ばれる夢を見る。とても人間らしくて弱さもあって、そしてどこか健全、心が自分を守ろうとする自然な働きです。ところが煉獄さんの精神世界には、そうした願いがほとんど見えないように描かれています。今日はここから1、他の大使たちの夢との決定的な違い、2、煉獄さんの無意識が持つ風景、3、精神科医の視点で見る煉獄タイプの強さとその罠、4、そして私たちが学べる処方箋、この順番でゆっくり解き明かしていきます。最後には心が少し軽くなるまとめもお話しますので、ぜひ最後まで一緒に考えていきましょう。それでは本編に入る前に、今日の題材の映画をご紹介します。本日皆さんと一緒に心の旅をするのは映画鬼滅の刃無限列車編です。この作品は派手な戦闘や涙を誘う展開が注目されがちですが、実は夢、無意識、自己犠牲といった深い心理テーマも扱っています。特に私が強く心をつかまれたのが煉獄杏寿郎という人物の描かれ方でした。彼は誰よりも明るく、誰よりも頼もしい。なのに彼の心の中には休める場所がほとんどないように見えます。鬼の術によって大使たちは眠りに落ち、それぞれの夢の世界に閉じ込められます。炭治郎たちはその夢から抜け出すために苦しみますが、煉獄さんは最初から目覚めているように見えます。ここに今日のテーマが凝縮されています。第1章、なぜ煉獄さんの精神世界には願いが見えにくいのか。煉獄さんの場面で強く印象に残るのは、父、進次郎に否定される過去の再現です。そこには、本当は認めてほしかった、優しい言葉をかけてほしかったという都合の良い書き換えがほとんどありません。精神科医として見ると、これはとても特徴的です。彼の心は願望を持つこと自体を強く抑えているように見えます。彼は早い段階で
個人的な感情は使命の前では後回しにすべきだ。そんな心情を自分の内側に作り上げたのかもしれません。ここで大切なのは、強さが悪いという話ではなく、強さが固くなると心の逃げ道が減っていくという点です。第2章、整地されすぎた無意識の風景。無限列車編で描かれる煉獄さんの精神世界は、ただの石畳が地平線まで続いています。家もない、思い出の場所もない、逃げ場も隠れる場所もない。これは感情や迷いを徹底的に排除してきた心の象徴としてとてもわかりやすい。強いけれど柔らかくない。折れにくいけれど回復しにくい。眠っている間でさえ彼は自分を休ませなかった。そんな風にも見えるんですね。第3章、役割と自己が完全に一致した人。煉獄杏寿郎は柱という役割と自分自身が強く重なっていました。彼は柱として生きている人ではなく、柱であることを中心に生きている人だった。これを心理学では役割同一化と呼びます。この状態は人をとても強くします。でも同時に役割から降りる選択肢を奪ってしまう。だから彼の無限列車は鬼の術だけではなく、自分が役割から降りることを許さない心の重圧として読むことができます。強さとは時に自分を守る鎧であり、同時に自分を閉じ込める檻にもなるんです。ここまで聞いてくださってありがとうございます。ここで少しご自身のことを振り返ってみませんか？ちゃんとしなきゃと思いすぎていないか、弱音を吐くことに罪悪感を持っていないか、役割から降りる時間を自分に許せているか。もし一つでもドキッとしたなら、それはあなたが悪いわけではありません。それだけ真面目で責任感が強いということです。最後に、この映画から受け取れる心の処方箋をまとめます。煉獄杏寿郎の精神世界が現実に見えたのは、彼が現実から逃げなかったからだけではありません。逃げることを自分に許さなかった、そんな心の構造がそこに滲んでいたのかもしれません。でも私たちは違います。夢の中でくらい救われてもいい、願望を見てもいい、弱さを肯定してもいい。役割と自分を少し切り離す。たったそれだけで心は壊れにくくなります。煉獄さんの物語は、あなたはそこまでしなくていいと静かに教えてくれているのかもしれません。今日ご紹介した映画のより詳しい心理解説はノートで読むことができます。興味のある方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。このチャンネルでは心のテーマを映画や物語を通して紐解いていきます。もし今日のお話が少しでも心に響いたら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの心に少し暖かい風が吹きますように。